今日はケイスケくんが一人暮らししてるお家のルームツアーをします。どうぞ。お邪魔します。どうぞ上がってください。お邪魔します。玄関で靴を脱いでこっちに上がります。入ったらまずここは洗濯機置き場。そう、ここに洗濯機を置いていて、洗濯機の上が洗濯物を置くスペースになっています。で、ここが使ったタオルをかけて乾かすところですね。突っ張り棒で自分で作ってます。いいね、工夫が見られるお、隣はキッチンですな。そう、ここがキッチンで結構狭いんだよね。一人暮らし向けの賃貸だと大体もうこのくらいの小ささになるんだけど、シンクもすごいちっちゃくて、もうお皿を貯めるとすぐにシンクがいっぱいになって洗いづらかったりとかするで、コンロも1個しかなくて、これは IH だね、電気式のコンロになってて、いいね、安全。そうそうそう。で1個しかなくて、でこのシンクとの間のスペースもこれくらいしかないから、料理をするってなったら結構大変、やりづらい。よくゴミとかもここにかけてるよね。そうそうそう。ここにね、ゴミ袋をかけてね。置く場所がない。そう、狭いんだよね。ほんと狭いから、この辺とかも食器を置くスペースを自分で作って置いたりしてる。で、次がバスとトイレです。ここがお風呂場とトイレで、こんな感じです。で、うちのバストイレは一緒になっていて、日本だとバスとトイレが分かれていることが多いんですけど、一人暮らし向けの賃貸だと、こんな感じでバスとトイレが同じになっている場合もあります。結構狭くて、もうシャワーを浴びるスペースしかお風呂はないっていう、そんな感じですね。で、カーテンを閉めてお風呂に入ったりしてます。で、こちらが僕の部屋です。いいね、ついに前方が明らかになりますよ。入ってきて一番手前に冷蔵庫があるんだね。そう、ここに冷蔵庫を置いてます。で、海外旅行に行くのが好きで、旅行した旅先でいろんなマグネットを集めてここに貼るのが趣味です。いいね、いろんなとこ行ってるもんね。そう、だからここに貼ってるマグネットの国には行ったことがある。で、あと、電子レンジとか、あとお菓子を入れる箱をここに置いてます。ここはゴミ箱だね。いいね。朝はシリアル派だもんね。あ、そうそう。このフレグラっていうシリアルを毎朝食べてる。美味しいよね。いや、そうなんだよね。美味しいし、栄養も取れるのでいるし。隣は炊飯器とかかな。ここは家電系をまとめて置いてるエリアだね。トースターとか電気ポットとか。炊飯器結構ちっちゃくて、本当に一人分用のサイズになってます。1.55 くらい。テレビが大きい。そう、これは俺とカナがいつもお世話になってるテレビ。結構大画面なんだけど、そんなに高くなかった。あ、そうなんだ。4万円から5万円くらいの間で、そうなんだよね。でかい割に結構安くで手に入ったテレビです。よく2人でネットフリックス見てるね。今はストレンジャーシングス？そう、流してるけど、最近2人はネットフリックスのオフラインラブっていう番組にハマって見てる、めっちゃハマってる。昨日も2話見たね。そうそう隣はめっちゃいろんな雑貨あって可愛い。この辺そうね、雑貨を集めるのが趣味なので、集めた雑貨をここに飾ってます。特にお気に入りはある？お気に入りは光る雑貨が好きで、例えばこのトルコランプとか、ジュークボックスとか、これも光るんだけど電気つければ、こういうのが好きですね。いいね。そこの上に乗ってる青と黄色のやつは一緒に作ったんだよね。あ、これ？これ粘土でね。そう。こんな感じで。一緒に作ったやつ。そう、一緒に作った。隣はレコード？そう、レコード。これはたまに聴いてる。まだあんまり多くは持ってないんだけど、気に入ったレコードを買うようにしていて、
そうね、気が向いた時にレコードかけてそれを聴いてリラックスしたりしてます。いいね。奥にベッドがあるんだね。そう、ここにベッドを配置してます。でさらにその奥がベランダになっているんだけど、ベッドをここに置いてるので、こうベッドをまたがないとこう外に出れないっていうのでちょっと不便なんだけど、でもこの部屋の形的にはベッドをここに置く方がこう空間を広く使えるので、なのでここにベッドを置いてます。でも日の光で目覚めやすそう。そうね。日の光で明るくなって目覚めることができる。下はお洋服収納？そう、収納スペースがね結構少ないから、こう衣装ケースを入れていて、ベッドの下が全部収納にこうなってます。もういいね。ソファーは何人掛け？これソファーは3人掛けになってる。これは結構こだわって買ったやつで、やっぱりでっかいソファーにこうドカッと座って映画を見るみたいなのが憧れてたんで、社会人になった時にお金貯めてソファー買いました。おー、いいね。色も好きそう。そう、このカーキの色が似てる。いっぱいクッションがクッションを買う癖があって買ったものをいっぱいここに置いてます。ちょっとね増えすぎちゃったから捨てないといけないそこはお仕事スペース？そう、ここはデスクスペースになっていて、仕事が普段リモートワークの時が多いので、ここで仕事するようにしてます。あと動画編集もここでいつもやってるので、この動画もここで作ることになりますそこはクローゼットなのかな？うちの唯一の収納スペースで、中はこんな感じでかなりごちゃっとしてて汚いんだけど、いろんなものをもうとにかく詰め込んでます。布団だとか小物類とか、あとコートもここに一部かけていたり、スーツケースもここに突っ込んでたりしますね。で、うちは収納が本当に少なくて、収納スペースがもうほぼここしかないので、なので服とかは全部こういうところにかけてしまわなくて済むようにしていたりだとか、あとズボンもここになんかたくさん塊のようにあるんだけど置いたりしていて、であとはそれでも足りないから、このキッチンのここに突っ張り棒を自分でつけていて、それでクローゼットみたいにできるようにしています。いいね。あとこの辺もそうだね。ここも突っ張りのパネルを立てていて、そこにリュックだったり、あと小物を飾ったり、この辺マフラーとかも置いてたりするけど、こういう風にして収納を稼いでます。日本だとだいたいキッチンとかバストイレがあるスペースがあって、で部屋がだいたい6畳から8畳くらいあるっていう、そういう作りの一人暮らし用の物件が多いですね。この部屋はちなみに家賃いくらくらいなの？家賃は1月8万円だ。そう。安い方？東京だと安いね。そうなんだ。部屋の広さがだいたい21平米くらいあって、あと駅からの近さとか、あとマンションの何階にあるかとか、そういうところも関わってくるんだけど、まあいろいろ総合的に考えると全然安い方かなと思う。お得？お得。いいね。でも狭いけどね、そんなに広いわけじゃないけど、東京の物件の中だと割とお得な物件だった。結構広く感じるけどね、私は。あ、本当？ただまあお風呂とかキッチンとかがやっぱりなるほどね。狭いかなって思う。そっかそっか。収納がないから。そうか。物もしまえなくて、そこが結構大変だな。ということで今日のルームツアーは以上です。実はね、あと1ヶ月後に2人で住むことになっているので、この家に住むのもあと1ヶ月くらいしかないんだけど、その前にと思ってルームツアーを今回撮ってみました。
引っ越したらまた新しい家でのルームツアー動画も出そうと思っているので、ぜひ楽しみにしておいてください。このチャンネルでは東京に住む日本人のかなと圭介が2人の普段の会話の様子をアップしていきたいと思います。日本語リスニング練習にもぴったりの動画になっているので、ぜひまた見に来てください。バイバイ。バイバイ。またね。